I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.今日宿泊してるんですけど、夜にこちらのケーキ2つ覚悟して届けてもらうってことかな。ありがとうございます。じゃあ栗のモンブラン1つとオペラ1つお願いします。ねえ、こっち桜島。天気がめっちゃいい。友達が来るまで散歩しましょう。上がっていくと噴水の方に出ます。鶴山ホテルは鹿児島市の結構中心地にあるんですけど、山の上にポツンとあるので一望できるんですよね。今日は大好きなお友達のお祝いなので楽しみです。お留守番の夫はかわいそうですが楽しんできます。これは今日一緒に泊まる友達が今年の私の誕生日にプレゼントしてくれたブレスレットです。こういうのなんか友達からねもらうのないからすごい嬉しかったし、あんまり普段アクセサリーとかつけないんですけど、こういうのが似合う女性になりたいなって。これは夫がくれたやつかな。イヤリング、これも今日持ってきました。では友達が来るまで待とうと思います。今日はお誕生日なので、これは本当にそのつもりだったから。お水はいただいて。いただきます。乾杯。お誕生日おめでとう。ことですね、サイズが小さくなりすぎてだんだん硬くなってまいりますので、食感の違いをお楽しみください。またパンはこちらのですね、トマトとオリーブオイルとともに一緒にお召し上がりになるか、今出たアヒージョにつけてお召し上がりください。ソースがトマト煮込みのミックスビーンズソースでございます。ベニトルのスープもぜひお使いになってお召し上がりくださいませ。学生の時の香りで、その後
東京にさ一緒に行った時とかさ、その後大阪に行ってさ、自分もさなんか同じ時間軸でさ過ごしてるからさ、別に関係性的にもさ今の感じって思ってるけど、確かに言われてみたら大阪の時のことってなんかもっと常に気を張ってたし、でも今の香りってどっちかというといい意味でちょっと老後みたいななんかその心のわかる。落ち着きが違う。なんかいざとなった時にすぐ頼れる人が物理的にいるんですよ。なんかめっちゃ心のなんか安定度が変わるっていうか。変わるよ。パエリアでございます。パインとイカをご使用いたしまして、お出汁は大体18時間ほどじっくりお魚やエビやお肉などのお出汁と一緒に煮込んでございます。これからもずっと友達でいようね。何があるかもわかんないし、変わっていくじゃん。そうなんだよ。今を知らない自分は変わんないよなって過去の自分は思ってたけど、その変わるんだよ。人も環境もそう変わるんだよ。わかるな。大事な人って大事だなって本当に思う。人生の幸福度変わる。私がおかしくなったら指摘してうん分かった離れないで見えずに守ってほしい。でも芦田愛菜先生も言ってた。人は信じようって言うけど、誰かのことを信じてたとか信じてるとか言うけど、信じるってその人のことを言ってるんじゃなくて、その人のあくまでも自分が知っているその一部のことを指してるから、そうじゃなかった時に裏切られたとかそういう感情になると。だけどそれは裏切られたんじゃなくって自分が勝手にその人の一部を見て期待してた部分なだけであって、その裏切られたって感じたその部分も裏切ってるんじゃなくて、その人のただ自分が今まで見えてなかった一部であるだけなんですよねって芦田愛菜先生が言ってたから、確かにと思って。今30歳です。友達がさ普通にいてさ、こういう話をできてってことがさ、どんだけ幸せかって思うよね。結構ナナはさ、私の中でこう揺るがない友達と私がどんな変な人を見捨てないだろうっていうか最終的にみたいな、こっちもそういうつもりだしっていうのがあるけど、なんかそういう存在がいる人って本当なかなかさ、いないで頑張ってる人ばっかじゃん。だってここもたまたま一致したというか、多分みんなそういう人がいなくとも頑張んなきゃいけなくて頑張ってる人もいるんだけど、比較的私も香りもあんまりそういう状況で一人で頑張れない人間ってことに気づいてしまってでも支え合えば頑張れるんじゃないって気づいて、たまたまそこがマッチしたから、すごくこう自分たちが無理なく生きれる方法の一つとして突破口を見つけちゃったんだよね。しかもなんか時期とかも完璧だったの、なぜかだからなんかさちょっとスピリチュアルなさ、ね、わかるで、なんかやっぱ前世で何かなんか助け合う約束したのかもしれない。なんか一人でもさ生きていけるのかもしれないけどさ、自分はさもう今の自分は無理だってこのレベルで関われる友達がいて、これを知ってしまってるから関係がない日を明日から過ごしなさいって言われて、多分もう自分の総エネルギーがぐんと下がると思う。そういえばなんか昨日さ、おばあちゃんの認知症で入ってる施設グループホームみたいなと演奏してきた。おじいちゃんも、まあ、久々の再会、まあ、行く前からなんかもう、まあ、自分を覚えてないわけじゃん、おばあちゃんおじいちゃんのことをね。でまたそれでおじいちゃんが何やかんや言うかもみたいな、まあ落ち込むかもみたいな、まあし
しょうがないけどね、どっちの気持ちもね切ないなと思いながら、どういう態度なんかなと思ったら、まあなんか外でねちょっとお庭でこう席を用意してくれて、救急車さんの前にこう座ってて、おじいちゃんはおばあちゃんのすぐ後ろぐらいで座ってたので、夫モードになるから、なんかすごいこう話しかけようとするの、おばあちゃんに「あちゃん」みたいな、なんかこういや分かんないからしょうがないんだよけど、その時もなんならおばあちゃんからしたら「あなた誰?」みたいな感じなので、なんかその時はまあ注目がさ違うから、こっち見てるからもう一旦そのおじいちゃんもちょっとってなってで終わって、で私とか、まあ、おばあちゃんありがとねみたいな、また来るねみたいな、じゃんなんかまたねこういうの来てねみたいな言っててさ、そしたらおじいちゃんもまあ足がちょっともう悪いからさ、一生懸命歩いてさ「おいおい」みたいな感じで話しかけに行くのよ。そしたらなんかその施設の人がさ気を使ってさ「恵美子さん一番会いたい人が後ろにいるがね」みたいなって言って振り返るじゃん。でもまあ分かんないわけよね。分かんないんだけど、なんか、まあ、今ほぼ分かんない状態、誰も分かんないんだけど、たまにそのチャンネルが合うというか、一瞬なんか名前がポンって言ったら知ってるよみたいなこと言ったりするのね。おじいちゃんがなんかすごい一生懸命喋りかけて、なんか元気でなんとかねみたいなことを、まあおじいちゃんって分かってないでなんか喋ろうとはする。さ、おじいちゃんおじいちゃんでさ、まあ、全然会話成り立ってないんだけど、なんか分かってる分かってるみたいな、俺は分かってる、なんか俺は一人で大丈夫だからこっちは元気でやってるからみたいな、なんか泣いちゃうと思って分かってないし会話成り立ってないんだけどおじいちゃんは多分それを言いたかったんだなと思って。でも誰のことも分かんない。でもまあ本人が健康でいてくれるのが一番いいから、体がね元気ならいいけど、なんか周りの方が切なくなっちゃう。そうだね。ピアノ演奏知らなかった香り誕生日おめでとう。ありがとう。めっちゃ大きいんだけど。かけられてたんだけど。ありがとう。いや気づいてないなと思って。ありがとう。めっちゃ大きい。あげられないかもね。いや迷ったんですよ。絵です。すごい。可愛い。すごいでしょ。キース・ヘリングっていう。ありがとう。ありがとう。もらうのめっちゃ嬉しい。買うつもりなかったんだけど。面白いでしょ。今のね一人暮らしのお家のあれかもだけど、絵はさ、住みかが変わっても確かに的な。私絶対絵飾りたいって思ってたから。あ、そうなんだ。今だってさ、自分で買わなかったポストカードの名前も飾っててさ。めっちゃ嬉しい。ありがとう。キース・ヘリングって同性愛者ですごいそういう量的な考え世界とかそういうメッセージ性の強い絵をいっぱい描いてるから香りに合うかもなんですよね。私が描きましたみたいな。私は人にさ絵あげたことないからさ面白いかも。じゃん。モンブランと美味しそう。オペラチョコのやつ大好き。というのねえ、一生住みたい。本当になんかさ、超お金持ちだったら毎月とか来たいよね。わかる。レディースデー決めてさ。確かになんかって
ホテル側じゃなくレディースてでちゃんがたまに行ってくるからそれあり。何歳ぐらいになったら、その自分がそういう娯楽に使えるお金がさ、結構ちゃんとあるぐらいにさ、余裕があるかって考えたらさ、初めにまともに会社とかが勤めて頑張ってたら、結局さ50代とかじゃない、見てると。でもあと子供世代じゃない。うちとか結局子供いなかったら普通にゆとりあるんだろうなと思うけど、3人育てて私にもめっちゃ予想外にお金かかってるからそうだね。2人全然余裕ないというか、しかも子供ってなんか正直底抜けにお金かかるじゃん。かけようと思ったらさ、そうねきりないというかさ、大学もどこまで奨学金でやらせるかとかさ、海外行くとか言い出したらうちもさ音楽もさせてもらってるけどさ、音楽なんでさお金かかるよ。そもそもやるだけで、音大行きたいなんて言ったもんならさ、そううちは破産してたかも。じゃあ50歳とかも定年間近とか定年とかになってさ、ちょっとじゃあお金もう余裕出てきたからやっと自分たちのことに使おうかってなった時に体力はないわけやん。もう年々ね、私なんて今でも体力ないからさ、もう50歳なんて絶対もう体力ないのよだからそう思うと若いうちにいろいろ経験とかやりたいとか、それが幸せって思ううちにやんないと変わっていくなって、なんか最近すごいやっと実感する気がする。確かに、まあ、ずっと例えば鹿児島に住むとか、もううんそういう生活を分かってたら、まあ田舎にこもればこもるほどさ、いい意味でお金を使う場所があんまないからさ、そういう地元でさちょっとした贅沢をするマダムたちっていてするじゃん。でもなんかせっかくなら行ったことないとことか行ってみたいよなと思う。知らないで死ぬよりさ、いろいろ経験してみたいかも。50代60代の自分のためにさお金貯めてさ、そうなるとさもう20代30代40代の労働ってさ、もうそのためにさ労働することになっちゃうじゃん。なんかそんな頑張らないかもと思って。しかも生きるかも分かんない。そう定期的にやっぱりレディースでもそれは大事、間違いないだってほんとさ分かんないじゃん、いつ最後になるかってさ、いつかって思ってたらもうチャンスないことってなんかもういっぱいあるなっていうの、30代ってさ結構さ人生変わるくない？変わるし分かれ目だなっても、なんか正直30代独身ってめっちゃ自由で楽しいっていうか、意外と恋愛もしようと思えばできるし、確かに誰にも縛られず自由に何でも選択できるしとかさ、感じだけど、まずそこで結婚するかしないかちょっと分かれ目あるじゃん。子供を持つか持たないかもさ、結構大きな分かれ道じゃん。確かに向こうの人生が子供をもし持ったらもうさ時間的余裕はもうないじゃん、自由な時間とかさ、なんか変わるよね、めっちゃ分かれ道ってか子供って考えるとやっぱり自分が産む側だから、リスク考えるとやっぱり欲しいのかどうかっていうのは一旦、多分30代で考えるじゃん。でも子供いない人生いいよねって決まりさえすればさ、別にそれはそれでさいいけどさ、まださ分からないって段階だとさ、この前思ったんだけど、それこそ私も30になる時に、本当に子供とかいいのかなって考えたの、一回。なんか考えて、で卵子凍結調べたりさ、その30歳からのそのリスクをなんか調べてたら、やっぱ年齢でリスクって大きいじゃん。なんか本当に子供欲しいってなったら別に自分の遺伝子である必要あるのかなと思って、自分の卵子は老化していくから、自分の卵子じゃなくてもっと若い人の卵子の子供を迎え入れる、養子とかでも全然いいのかもって思って。ってなったら年齢もそんな考えなくていいし、本当に人生長いプランで考えて経済的にもいけるなって思ったタイミングで子供を持つんだったら別に40歳とかでもいいわけじゃん。焦って考えたり決めたりしなくてもいい。確かにね、子供が欲しいイコール絶対自分のお腹から産まないといけないわけじゃないよね。どうしてもできなくてさ、子供が、
なんかばっかりの赤ちゃん養子としてうん受け入れてる人とかまあいるじゃん、うんうんとか、まあ海外では結構お金に余裕あるさ家はさ、うん自分の子供もいるけど養子の子も何人か受け入れてうんうんうん家族で育ててる家もあったりさ、確かにね。自分の遺伝子より若い卵子と精子の方が普通に健康なそうだね。確率高いよ。結局は育てる環境とかで人格が形成されていくから。それこそこの前が電話したんだけど、東京組じゃん。はもう本当に全く違うというか、考え方の時間軸も全然違うというか、仕事頑張るぞみたいなモードだよねみたいな、こっちはって言って、ああそっか、それはそれで確かにいいねみたいな。今思えば高校の時の数学かなんかのね女の先生がいて、当時40代ぐらいかな、独身でさ、ちょっとなんていうの、独身おばちゃんみたいな感じで、ちょっとなんかそういういじられをされてたわけ、生徒たちから。ちょっとそういうバカにされたような感じがあったし、今考えるとその先生がいかにかっこいいかがすごいわかると。30代40代で独身で自分の好きな仕事して、そのお金を自分の好きな車とか好きなものを買って、だけど田舎だとそういう風な言われ方をしたりするわけじゃん。東京だと周りもそうだし気にならないけど、それを田舎で先生はずっとやってたんだって思うとすごいかっこいいなって思った。すごい強いんだなって。独身貴族とかいい意味じゃない言われ方したとしても、多分結構本当にね、自分があるみたいな先生だったの。だからそんなのも響かないぐらい多分自分の生活をちゃんと楽しんでる人だったんだと思う。素敵。お盆にこぼしたローストビーフと香りはサラダたっぷりで健康的ですね。素晴らしい。最高。最高だね。こういうさ、時間が大事だよね。頑張ってさ、お金気にしないでもっと旅行行けるようにさ30代っていうと長いから、35の節目までになんだろうな。プライベートでは音楽に充実。いい。まだなんか楽しむレベルに行ってないとか、そこ広がりで人となんかやりたいとかいうとこに行けてないから、一旦その自分の心ゆくまでインプットしたい。仕事は正直個人で100万稼がないなら正社員の方がずっと得いいなと思ってるし、保険とかいろいろ考えるとね。それかわかんない、なんか趣味に全振りしてる可能性もある。結局今暮らしして今と同じような師匠を継いでる可能性もある。ジャズピアノ師匠師匠師匠を継いでる、まだ生きてると思うけどそっかなんか今そうやって学べること多くて楽しいって思えるのってすごいさ、いいじゃん。大人になってからそれくらい本気で取り組めることを、まだ未知数でまだ知りたいって思えることでさ、そんな出会えないというか、香りが本当に心から楽しいものなんだろうなとは、不可欠なものなんだろうなとは思うから、